はい。インタビューということで、じゃあお書きくださいませ。司会進行をしていただくという形になっちゃうんですけどね。はい。陽介さん、最近 DJ スクールをオープンしたということで、お伺いしておりますが。はい、しました。させていただきました。オープンおめでとうございます。はい。どこにあるんですか？とここだよ。今は、おたいレコードミュージックスクール、渋谷ですね。渋谷の新南口徒歩1分のところにあるスクールから。徒歩1分なんですね。そう。意外にそんな近かったんですね。いや、そこだもんだって。新南口ですか？そうだよ。なんだったら今言って。オープンは今年ですか？ですね、構想4ヶ月。短い。ちゃう、構想じゃないな。準備期間4ヶ月。もう準備というのは機材だったりとか全部こう調達するところから4ヶ月ってことですか？これはさ、この機材は私はおたいレコードっていう DJ 機材のお店をやってるんですけど、そこに在庫いっぱいあるから、そこから送ればいいから、この機材は何とかなるんですよ。確かに、その物件ですよ、やっぱり東京といえば。まあそうですよね、しかも渋谷ということでね。そうなんですよ、でやっぱり私は田舎育ちなので。名古屋。名古屋でもないの俺。そうだ、北名古屋市っていうところだ。そうだ思い出した。そうだからもう訳がわからないわけですよ、東京のね。でもめちゃめちゃいらっしゃってますよね、東京には。そうです。もう足で稼いで、この物件だと思ってここでオープンさせてもらいました。なるほど。はい。おたいレコードミュージックスクールっていうのはただの場所なんですね。でその学校の教育方針とかそういうものがあるわけではないんですね。ということはどういうことかっていうと、その先生、ティーチャーが決める。第一弾の先生というかティーチャーでありアーティスト。なるほど。だからアーティストがどういうその教え方をするのかっていうのはもう彼らに任している。でまず初回は第1回目は DJ 伊蔵 DMC ワールドチャンピオン。そうですよね。 DJ 伊蔵のスクールをやった。豪華ですね、初回がまた。そうですよ。陽介さん自身は DJ とかされないんですか？ DJ やってますよ、ちょいちょい。そうなんですね。どうですか？でも年間でね、趣味だからね、6本とか2ヶ月に1回ぐらいかな。結構レアですね、見れたら。レアですよ。はい。この前も暴れてターンテーブルのダストカバーを2台破壊しましたね。どうやったら破壊しちゃうんですか？ DJ テーブルの上に乗って暴れ回ってて。それ大丈夫ですか？これ放送しちゃって。今プーって言われましたね。ちょっと今クラクションがいい感じになっちゃいましたけど、そうだったんですね。そうです。最後の DJ はどこでやられたんですか？最近。クラブ JB's っていうところで。その前はマーゴでやったかな。本当ですか？そう。東京ではそういう予定ないんですか？近々。まあ呼ばれれば。皆さん、オーガナイザーの皆さん、ぜひ。迷惑かけると思いますけど。漏れなくダストカバーが壊れるという事態が起きますけども。翌日にはおたいレコードから発送される。そうか、結構リプレイスはすぐできるって感じですもんね。そうですよ。壊したところで。そうです。在庫発送してみたいな感じですもんね。そうですね。まあ僕はその DJ 機材を販売するお店をやっているので、まあその現場ではやっぱりその毎日のようにターンテーブルだったり CDJ だったりだとかミキサーを使われてると思うんだけど、それのやっぱり様子を見に行ったりだとか、あとはその販売している側がやっぱりその現場の空気を知らないっていうのはやっぱり問題だから、そのなんていうかな、こう、まあ、空気っていうかバイブスをやっぱりコンスタントに感じていかないとなーって感じで。素晴らしいですね。それはもうクラブ側としても安心でしょうしね。そうですね。見てもらえると。まあ結局はまあこんな感じなんですけど。たいんですけど、そもそもやっぱり
私たち陽介さんってこうオタレコの陽介さんっていうイメージすごいあると思うんですけど、そのオタイレコードについて、ちょっと私ももちろん知ってるし、お世話になってるんですけど、改めてちょっと聞きたいなっていうのは結構思ってて、なんかなんだろうな、もともとお父様がオタイレコードをやられていて、それを継承するあ、そっから掘るおじいちゃんね、グランドファーザーグランドファーザーグランドファーザーが始めました。はい。でも、その時は電気屋さん。そうなんですね、それは結構意外に皆さん知ってます。昔は、おたいレコードじゃなくておたい電気。そうおたい電気ですよ。ですからテレビ、洗濯機、電子レンジ、ドライヤー、家電ってことですか？何でも揃うみたいな。知らなかったです。電気屋さんですよ。そうだったんですね。結構レアなお話かもしれない。それで私の父が、オーディオショップを初めて、音楽が好きだったんでしょうね。オーディオショップを初めて。お父様やっぱり音楽が好きだったんですね。好きだったんじゃないですか。へあんまり詳しくは知らないんですけど、お父様ですよね。お父様ですよね。仲はいいとは思います。そうなんです。よかったよ。あんまり喋ってくんないんだよ、自分のこと。本当ですか？陽介さんと一緒じゃないですか。そうだね。なんかね、それでオーディオショップを始めて、そこから、CD ショップを始めた父が。それで、私が大学を卒業して、おたいに入ったと。で CD 屋さんの店長として入った。そうだったんですね。そう。そうだった。じゃあもうなんだろう、機材とかっていうよりかは CD とかが主に扱ってる。そう町の CD 屋さん。そうなんですね。そう知ってる人いないと思いますよ、なかなかその裏。地元の人はみんな知ってるよ。そうですね。そう確かにそうですね。CD 屋さんで、そこでいろんなお客さんに鍛えられて、いろんな音楽を聴いて、それでそうだったんだけども、CD が売れなくなってしまって、ありましたよね。昔はすごくやっぱり売れた。宇多田ヒカルとかさ、すごい売れたんだけど、もう将来これは俺はもう絶対苦労しないなと高をくくっていたら、どんどんこう CD バブルがはじけ、どんどんで、それでやばいと思って、レコード屋さん、レコードの通販を始めようと思って。通販だったんです。それが1999年98年かなぐらいの頃かな。18、9年前、20年前じゃん。そうですね。そうだったんです。楽天とかもない頃です。そうですよね、もちろん。確かに。それでちょっとやってみようかなと思って、やったらズドンですよ。なるほど、ズドン来て。そうだったんですね。ズドンかわかんないけどあれよあれよといううちにレコード版結構売れて、でそこから DJ 機材もターンテーブルとか販売するようになってっていう。じゃあやっぱりその顧客さんというか、そのオンラインで注文されてた方っていうのに、こう DJ の方もやっぱり多かった。そうだね。なるほど。じゃあクラブミュージックとかも結構多く扱ってた。そうですね。そうなんです。アイドルのレコードが多かったよ。浜崎あゆみとか。レコードあったんですか？あったよ。そう。ああいう世代ですからね。ああいう世代だよ。おたいレコードっていうのは地域格差をなくそうっていうふうに思った。地域格差。それがテーマなんですよ実は。で、これはステラートの場合なんだけどさ、レコードって当時すごく貴重というかな。例えばそういう浜崎あゆみとか。アイドルとかでも、ヒップホップでもハウスでも何でもいいんですけど、例えば、日本限定500枚とか、1000枚とかってあっという間に売り切れるんだよね。でそれがやっぱりその大きなレコードショップって大体東京とか大阪にあるじゃん。だからそこら辺の周りの人は買えるんだよ。すぐゲットできる。朝一で行けば、もしくは予約したりとか、店長と仲いいとかなんだけど、北海道の人とかなんか森の中に住んでる人とか森の中に住んでる人
いるじゃん。森でレコードを聴く人たちですね。そうそうそうよくわかんない。もう何もないところに住んでる人がいるでしょ。はいはいはい。てかまあ大体がそういう人なんだよ。日本って広いから。まあそうですね。でそういう人たちはどうしてたかっていうと、その東京とかの人たちが定価で買ったレコードがヤフーオークションに流れて2倍の値段とかで買ってたっていう、プレミアがついて、でそれはその例えばどこでもいいですけど、なんかどっかの山奥のさに住んでいるがためにそのたくさんの出費をしなきゃいけないっていう、それはフェアじゃないでしょ。そうですよね。確かに音楽っていうのはそのフェアなもんだと思うから、だから地域の格差があってはいけないって思ったんですよ。でそれですからそのレコードをうちがたくさん仕入れて、それを、まあ、フェアな方法で定価で、まあ、それは早いもん勝ちなんだけど、定価で売る、プレミアは絶対つけないっていう風で、販売をスタートした。あ、なるほど。だからそので YouTube とかもさせてもらってると思うんですけど、それはなんとか島とかさ、住んでる人とかでも、東京の人とかは本当に DJ ショップもあるし、行けばさ説明も受けれるしっていう風だけど、本当に森の中とかに住んでる人もしょうがないどうしようもないでしょ。もう確かにそうですね。いやだから町に引っ越そうってなるわけですよ。確かにそうですね。でもここに町に来たらさ、やっぱ失うものもあるわけよ。まあ都会っ子は分かんないかもしれないけど都会っ子は別としてね。すいません、そうですね。失うものもやっぱあって、でそういう必要がなんていうかな、本当に DJ 学びたい、でも周りに何も知ってる人が全然いない、みたいな風でも接客がどこでも受けれるように、それがオタレコ TV の始めた理由っていうことをやりたかった。面白いのが逆に東京に住んでる私がそのオタレコ TV を見たりしてるから東京の人は行けばいいじゃんまあでもね家にいながらとか見れるからね。そうですよね。そうですね。だから今回のサービス、まあ女子が立ち上げたベンベンも俺は同じだと思いますよ。そうですね、それはそのやっぱりなんだろうね、エイブルトンなんとか村のさ、なんとか村のなんとか山に住んでる人とかもうどうしようもない人がいるわけでしょ。確かにもうかろうじて電気走ってるみたいな音はいくらでも出せるけど、そういう人はじゃあ、エイブルトンライブ学びたい、例えば作曲学びたい、トラックメイキング学びたいって言っても、どうしようもないじゃない。いやそうなんですよ本当に。だからそういう意味でベンベンがあればその都会に行かなくてもいいわけだし、実際私も曲の制作をこうやり始めた時って、こう意外にこう海外のビデオとかだとチュートリアルたくさんあるんですけど、日本語向けのチュートリアルって結構いつも限られてて、なんかこうかゆいとこに手が届かないじゃないけど、ここはもう知ってるからここを知りたいんだよみたいなのが意外にないんですよね、オンライン上に。で東京に住んでてもやっぱりこう直接誰かにこう教えてもらうのってなかなかやっぱりもう難しい時もあるし、やっぱり基本的に制作ってみんな自分でこういろいろググったりこう調べて、手探りでやっていくと思うんですけど、逆に言ったらもっと早くこのコンテンツ自分的にも欲しかったなみたいな、こんなあったらもっとなんかこう効率よく学べたんじゃないかなみたいなの思うんですけど、なんかこれからねそういうコンテンツ増えていくといいなっていうのはすごい思ってますね。そうですよ。そうですよだからまあベンベン本当いいと思いますよね。なんか面白そうですよね。面白そうだよ。面白いすっごい今なんかぼーっとなんか生徒募集中ありがとうございます。いやですからそのある意味オタイレコードはインターネットっていうかなんていうんですか、そういうその
メディアを中心にこうみんなにメッセージを届けるっていうところ、そういう意味ではベンベンもおたいレコードも同じだと思うので、自分はやっぱりそこはすごく応援したいなっていうありがとうございます気持ちはあります。はい。エイブルトン洋介さん、実生活で使ったりとかします？もう朝起きて寝る前にも使ってますよ。本当ですか？はい、本当ですか？エイブルトンね、どんなことに使うのが多いです？一番まあでも作曲ですかね。曲も作られる？はい。本当ですか？だってさ、やばくない？そんなだってさ曲作れない人が曲作りたいっていう人に販売するのってなしでしょ？なしですね、確かに。だから曲作ってますよ。私聞きたいんですけど。こっそり。ちょっと聞かせてください。いいですよ。本当ですか？はい。まあ最初はでもエイブルトンはどうだろう。やっぱり DJ ショップやってるから、そのダンスミュージックに強いっていう話を聞いて、じゃあ使ってみようかな。まあそれ公私混同なんだけど、個人としてもそうだし、おたいレコードとしてもお客様におすすめするものとして、そうですよね。売ってるわけですもんね。知らないってやっぱなしだと思うよ。知らないものを売ってるって。確かに、説得力なさすぎますからね。そうですよ。アマゾンエイブルトン使えるんか。すいません、アマゾン様でした。すいません。ちょっとお世話になっております。結構お世話になりますね、アマゾンは。基本的にはアマゾンであろうが、エイブルトン売ってんだったらエイブルトンを使ってほしい。まあそういうわけなんだが、まあ基本的にですね、まあ、レコーディングね、エイブルトンね、レコーディング、リミックス、作曲、トラックメイキング、あとはラジオとかの番組、あとはね、意外とね多いのはね、お客さん劇、ここで音出しできるから雨の音だ、ここで雷の音だ、ここで飛行機の音だでポン出しで使ったりだとか、セッションビュー役立ちまくりますもんね。そうです。音の強弱が目で見えるっていうのが、これは人類における音楽史の革命なんですよ。まさにそうです。今まではずっと音を聞いて、例えばですよ、曲が始まって2分のところで、ブレイク、音が弱まる、とするじゃないですか。昔は聞くしかなかったよね。実際に聞いて、今波形見たら1秒でわかるよね。そうですよね。それは紛れもなく革命なんです。で、そこに対して今度はその波形を加工することができるようになったと。そこがまずエイブルトンライブの本質的な凄さなんです。というかまあ、DAW の。ただ、エイブルトンライブがとっても有利なのは、その波形の、まあ加工っていうのが圧倒的にやっぱやりやすい。スピード感もあるし。ですからその音楽を聴くだけじゃなくて作る、ラジオを聴くだけじゃなくて自分で制作するみたいな音との関わり方っていうのを全く変えたツールだと思っています。しかしまだ喋らさない。しかし見破られましたね。ちょっと喋ってみる。ちょっと喋って。いいよ、喋っていや、なんかもう今の一連のストーリーで一個レッスンできちゃったなと思って今。違うコンテンツにできるなとか今考えちゃいました。もうここから有料ですから。有料です。有料コンテンツ。大変だこれは。そこでですね、ライブがもたらした革命っていうのが、僕はですよ、まだ 3% ぐらいしか浸透してないと思ってるんですね。残りの 97% っていうのはまだまだやっぱりライブを知らない、音を加工する、曲を作る、だから音との音楽っていうか音との関わり方っていうのを、まだまだその伸びる余地が全然あると思ってるんですね。で、ベンベンには
僕はそれを伝える義務があると思う。助手は先生だね。マイスター。助手先生。マイスターは責任があると思う。それは、まあ日本っていうか世界っていうか人類の音との関わり方をもうちょっとやっぱり変えないといけないと思っていて、だからはっきり言って音楽の授業でリコーダーって習うじゃないですか。ひょっとしたらピアノとかもあるのかな。ピアニカはありましたね。ピアニカか。鍵盤ハーモニカみたいな。もあるんですけど、それと一緒ぐらい僕は重要だと思ってるんです。だから学校で文部科学省指差してエイブルトンライブを導入してください。それはもうぜひご検討いただきたいですね。そうなんですよ。音楽文化がやっぱりもっとこうリッチになる。であとはやっぱり音の加工のやり方を知ると、本当にラジオの番組だったりポッドキャストだったりだとか、どんどんメッセージを発するツールを作れることができる。だからそういう意味ではもっともっとこう全体的にレコーディングだったりだとかリミックス作曲のレベルは上がるべきだと思っていて、長い音楽史を意識してください。それは俺は今の音楽ファン、音楽の仕事をしたい人には、ぜひおすすめしたい。バッハですよ、バッハ。バッハの頃から何百年経っていて、その中のほんのちょこっとなんですよ。そうですね。そのほんのちょこっとにいることを意識して、で何ができるのかっていうのを、意識すると俺は答えが見えてくると思います。俺はそれでバッハ調べてモーツァルト調べてみたいな、で音楽のその成り立ちを調べて、自分はどういうことをなすべきかっていうのを見つけましたけどね。いやすごい興味深いです。その構想っていうか考え方っていうのが。そうですよ、面白い。でその中でやっぱりエイブルトンライブっていうのはもうすごく本当はエポックメイキングなものだけど、まだまだ伝わってないから、俺は納得いってないです。納得いってない。だからそれをベンベンにやってくれということでございます。これは熱い言葉をいただきましたね。熱いですよありがとうございます。本当にベンベンね、助手が立ち上げて、女子ベース、日本全国に、世界に向けて、音楽の楽しみ方を発信するっていうことなんですけど、すごくピュアで素晴らしい試みだと思いますので、おたえレコードとしても応援していきたいと思いますので、ありがとうございます。ぜひですね入会していただいてという感じで宣伝までしていただいて。そうです、ありがとうございます。いうことでございます。ぜひおたえレコード DJ スクールにも皆さん興味ある方はぜひチェックしてみてください。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました